長年作っていたカウンターバックがついに完成しました。このルアーはとても愛を込めて一切妥協なく作ったルアーで語っていきます。まず自分がビッグスプーンを使い始めたのはおそらく2015年ぐらい。当時河口湖でちょっと流行ってたんですよね。でその流行りに乗る形で自分も使ってみたんですが、いまいちビッグスプーンである必要がないんじゃないかというか、このルアーでしか釣れないバスなのかなって思ってて、他のルアーでもいいんじゃないかっていうイメージだったんですけど、そのイメージが覆されたのが2020年の夏ですね。ライトリグとかに反応しないバスが多くなってきたんですよね。多くの人が投げるルアーにだんだん擦れてきた。試合で勝つためになんかないかなっていう風に探してた時に出会ったのがビッグスプーンで、本当に究極に擦れてるなっていう状態のバスでもビッグスプーンを落としたらすごい追ってったんです。でちっちゃいメタルを入れても無反応なのにビッグスプーン入れると追ってくっていう、その凄さにちょっと感動して使い込んでったんですが、理想的なアクションをするビッグスプーンがなかったんですよね。最大のキーなんですけど、バックスライド。明らかにバックスライドアクションを出してる時しか追っていかないっていうことに気づいて、そのビッグスプーンのフック側のところにウエイトつけると、ある程度こうバックスライドっていうか垂直気味ですけど、こうやって縦には落ちていくんですけど、それだと食わないんですよ。フォールスピードが速すぎたりアクションがこう縦すぎると食わないっていうことをも発見して、そのバックスライドアクションをこのビッグスプーンって鉄板じゃないですか。鉄板で出すっていうのがすごく難しくて、プロトの時はもうめちゃくちゃいろいろ試したんですよ。こう同じような形状だけど、全部ちょっとずつ違うんですよね。これプロトのほんの一部なんですけど、もっと大量に作ったんですけど、びっくりしたのが本当にこの鉄板の角度だったり、このカップの深さだったり、この先端の曲がり具合をほんのちょっと変えただけで劇的にアクションが変わるんですよ。ビッグスプーンってすごく作るのが難しくて3年かかりました。最終的に左右非対称で、この先端をちょっと曲げると綺麗にバックスライドするっていうことに気づいて、でこれがほぼ完成形の、カウンターバックなんですけど、この3つ、これもう形ほとんど一緒だと思うんですけど、実はこの3つアクション全然違うんですよ。最終的にこの3タイプまで絞り込んだんですけど、でこれは何が違うかっていうと、ちょっとカップの深さが違うんですよね。自ら突き進んでいくようなバックスライドアクションが出るプロトにして、で完成したのがカウンターバックです。おっと、よっしゃ。カウンターバック。よっしゃー。ビッグスプーン。いいバス。がっつり。今リフトしてカウンターバックさせたらがっつりきました。カウンターバックの特徴なんですが、最大の特徴はバックスライドすることです。ビッグスプーンを研究していくときに明らかにバックスライドアクションにしか反応しなかったんですよね。でバックスライドしてるビッグスプーンがヒラってなっちゃった瞬間にもうバス逃げていくんですよ。で縦にヒラヒラヒラってフォールには全然寄ってこないし、とにかくバックスライドアクションだったんですよね。でこれフォールスピードもなんですけど、
遅すぎるとただこうなんとなく見て、終わったりとか全然追っていかないんですよ本気で。で逆に速すぎると最初は追ってくんですけど途中でやめちゃうんですよね。なのでそのスライド角度とフォールスピードっていうのがすごく重要で、そこをこうカウンターバック作る上で徹底的にこだわったし、なんとなく形というかアクションができていい感じの状態になったんですけど、どうしても最後そのフォールスピードが納得いかなくてちょっと遅すぎたんですよね、その一番最初に作ったカウンターバックのプロトの時は。でもそれで微妙にスイッチ入ってないのがちょっとどうしても気にかかって、そこは無理言って本当に一から作り直してもらって、時間はかかったんですが、もうこう最高のスライド角度と最高のフォールスピードに設定されてます。でカウンターバックはそのバックスライドアクションっていうのがすごい出しやすいです。なぜかというとラインテンションを抜いた状態でもバックスライドするように設計したからです。でそのバックスライドアクションを出すためのこの左右非対称ボディ、左右対称だと水を均等に受けちゃってヒラヒラヒラってなりやすくなっちゃうので、この左右非対称っていうのが絶対で、このカップの深さっていうのも多分従来のビッグスプーンより結構カップ深いっていうか、こう独特な形してると思うんですけど、このカップが深くてこの反りが出てるっていう。でこの形状とそのカップの深さっていうのもすごいアクションに影響してて、それもちょっとずつ変えながら研究しました。リフト&フォールで自分は使うことが多いんですけど、このリフトした後のフォールする時にバックスライドさせるのがすごい難しくて、リフトした後にこうラインテンションかけて姿勢を整えてあげないといかなかったんですね、バックスライド。それがすごいチャンスを逃しちゃってて、ビッグスプーンは食わせのルアーなんですよ。多分大多数の方がリアクションでこう食わせてるっていうイメージがあるかと思うんですけど、実はすごく繊細なルアーでアクションがちょっとでもこう狂ったら見切っちゃうし、なんかギラギラしてて食わせるっていうイメージじゃなくて、ボトムに向かっていくベイトフィッシュをリアルに演出できるのがビッグスプーンしかないんですよ。その本当唯一無二のルアーなんですよね。でやる気のあるバスがいればこの一発目のフォールでこう食ってくることもあります。でもやる気がいまいちなバスはこうやって追っていくだけなんですよね。でヒューっていってボトムまでついたらリフト&フォールでバスにこうカウンターバックを仕掛けるっていう、こう追ってったバスに対してもう自らこうやって一回向かわしてでまた次のフォールで食わすっていう、それが結構カウンターバックの由来にもなってるんですけど。よっしゃよっしゃ、絶対バレると思った。今のすごい薄がかりだったけど、こう追ってきてこう何回もこうカウンターバックさせたらフォールの時にグッてきた。惜しい。カウンターバックはリフトした後に頭がアングラー側に向いていれば確実にバックスライドするようになってます。ちょんちょんってやった後に軽く糸張るか、全く張んなくてもこう確実にバックスライドしますっていうのは特徴ですね。あとはフックセッティングなんですけど、バックスライドアクションを確実に出せていれば大体はフォール中に食ってくるんですけど、フォールする時に多分こうやって頭からふわっていってるんですよ。だからトラベルフックがこう綺麗に中に吸い込まれることが非常に多くて、でこのトラベルフックシステムでこのフェザーはジョイントルアーみたいなイメージ。ここはこうチラチラすることによってアクションが単調にならないっていうか、ファ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 ってこう複雑なアクションで狙えるっていう意味も含めてフェザーフックにします。であとは小魚がボトムに逃げていく動きっていうのをイメージしてもらいやすいように進行方向にこう顔をつけて、でうまいことこの
左右非対称ボディがうまいことこう魚のシルエットっぽくなって、なんか見た目もかっこいいっていう感じに仕上がりました。でビッグスプーンが有効な季節なんですが、一番効果的なのは夏ですね。バスがワカサギとかベイトを追いかけて、やっぱワカサギが沖に集まるからっていうのもあるし、そのバスが居心地いいのが結構ね、そのディープなんですよ。その沖に出たバスをベイトフィッシュが逃げる動きを出して追わせて食わせるっていうのが一番効果的で、それが大体7月から10月ぐらいまでですね。そっからの季節はこうメタルジグ的な使い方、そのメタルジグとかメタルバイブ的なこう冬にこうボトム付近にいるバスに対して仕掛けていくっていう使い方で釣れます。春早春3月とかにこうまだプリスポンのバスがちょっと深いところにいる時に釣ったこともあるので、基本的には一年中使えるルアーです。ただ万能ではないんですよ。例えば小さいベイトを追ってたりとか、そもそもそのベイトフィッシュを追ってなかったら効きづらいルアーではあります。ただこのビッグスプーンでしか打開できない状況が確実にあるので、1個はもっと置くと持ち駒として自分のルアーの選択肢が増えるっていうイメージですね。あとはビッグフィッシュが釣れやすいという特徴もあります。沖でこうベイトフィッシュを追い回してるバスって健康的でこう太っててこう体も大きい、なんていうんですかね、そのちっちゃいバスってあんまり沖に出てベイトフィッシュを食ったりしないので、だいたいその釣れるバスっていうのは大きい傾向にありますね。カウンターバッグはカラーにもすごくこだわりました。そのこだわったカラーを紹介していきたいと思います。まずこちらの5個の列とこちらの列で分けたんですが、こう大まかにこの2つが違います。でこちらの列は表面にカラーリングしてあって、裏は素の色なんですが、こちらあんまりないと思うんですが、こちらは表面が通常のカラーリングで、裏にも同じカラーが塗ってあります。でなんでこれが欲しかったかというと、裏がこうシルバーだとその表面の色が違ってもシルバーだったらシルバーっぽく見えちゃうし、ゴールドだったらゴールドっぽく見えちゃうんですよ。で裏面にもカラーを塗ったらうまいことこうロールした時に同じような明滅が出るから、すごいナチュラルだったんですよね。なので半分は裏面が普通の色で、半分は裏面にもカラーリングした色をラインナップしたっていうのがまず特徴です。でこの10色はもう自分にとって必ず必要な色で全部使います。使い分けはその水の色、クリアウォーターだったりマッティウォーターだったり、水の色と、天気ですね。曇りだったらこの色とか、曇りかけるクリアウォーターこの色とか、晴れかけるマッティウォーターこの色みたいなのとか、水の馴染み具合ですね。それが重要で、あとは感覚でこういろんな色を使い分けてもらえたらいいかなと思います。でも持ってった。でもダメか。よっしゃ。カウンターバック。よっしゃ。よっしゃー。カウンターバックでかい。